こんにちは、ルソレルです。今回はセラミスについての動画です。園芸歴、セラミス歴ともに2年弱ほどしかないんですけど、観葉植物をセラミスで育ててみた感想やメリット、デメリットをお伝えできればなと思います。超初心者なんで何かアドバイスするっていうことはできないんですけど、どなたかの参考になれば幸いです。そしてこの動画がセラミスを使ってみるきっかけの一つになれば嬉しいです。ではまずはセラミスについて軽くご紹介します。セラミスは粘土を焼いて作られた人工用土です。穴がたくさん開いてて空気や水、栄養素をたくさん吸収して蓄えることができます。有機物はほとんど含まれてなくって栄養素はカリウムが含まれてます。硬そうな感じがするんですけど穴が多いせいか意外と簡単に割ることができます。とはいえ使っててクズクズになるっていう感じはないです。鉢底穴の開いてない容器で水耕栽培に利用されることが多いイメージなんですけど、私は鉢底穴の開いてる容器で使ってます。無機質の用土で育ててる感じに近いかなと思ってます。では感想としてセラミスについてよく耳にすることが実際育ててみてどうやったかっていうのをご紹介します。まず、水やりのタイミングがわかりやすいっていうことなんですけど、半分合ってて半分合ってないなーって思います。色が変わるので、セラミスが水分を含んでいるかどうかっていうのはすごいわかりやすいです。でも水やりのタイミングはその株次第です。乾ききる前に水やりした方がいい株もあれば、カラッカラに乾いてからの方がいいっていう株もありますよね。これは一般的な土で植えてる時でも同じやと思うので、セラミスが土よりも優位に水やりのタイミングがわかりやすいっていうことはないかなと感じてます。次、虫が出ないっていうことなんですけど、これも半分合ってて半分合ってないと思います。セラミス自体には虫はいません。でもセラミスへの植え替え前にいた虫を落としきれなくってそのままセラミス上で繁殖しちゃうっていうことや、セラミスに植え替えた後でもどっかから虫がやってきて定着しちゃうっていう可能性はあります。残念ながら絶対に虫が出ないっていうことはないんですけど、葉っぱや茎じゃなくって土を住処にする虫の発生はかなり抑えられるんじゃないかなと思います。次に植物の成長が遅くなるっていうことについては、我が家には土で育てている植物がないので、あくまで想像の話になってしまうんですけど、多少遅いかもしれんけど、ものすんごい遅くなるっていうことはないかなと思います。セラミスで育て始めた当初は、サボテンくらい育つのが遅くなるんかなって思ってたんですけど、我が家では日々成長を感じるくらいの速度で成長してくれてます。肥料を与えてない場合やと、また全然違ってくると思うんですけど、ガンプ系と微粉ハイポネックスを使ってる我が家では、全然大きくなってくれへんっていうことは全くないです。次、カビるっていうことについては、これはセラミスの使い方によって違ってくるんじゃないかなと思います。我が家では穴の開いてる容器を使ってるおかげか、カビないです。過去にカビったこともあるんですけど、それは先に植物が枯れちゃって、でカビっちゃったものがセラミスにも広がったっていう感じでした。セラミスが先にカビったっていうことは過去一度もないです。最後に個人的に感じてるメリットとデメリットです。メリットは虫が発生しづらいこと、清潔感があること、そして土よりも比較的軽いことです。特に虫と清潔感が室内で育てる場合には大きなメリットになるかなと思います。後からついちゃう虫はどうしようもないとはいえ、有機物がほとんど含まれてないのでかなりつきにくいかなと思います。使い始めを除くと砂ぼこりも立ちにくいですし、水を食べない育て方であれば鉢を倒しちゃった時の掃除もしやすいです。軽いと購入時や水やりの時に扱いやすいです。私がよく購入しているサイズは 7.5 リッターで重さはだいたい3キロぐらいです。比重にすると 0.3 から 0.4 くらいです。デメリットは初期費用がかかること、セラミスへの植え替えダメージが大きいこと、使い始めは砂がものすごいこと、粒の大きさが1種類しかないことです。
よく購入してる 7.5 リッターは Amazon で約4500円ほどで購入してます。繰り返し使えるんで長期的に見れば高くないんですけど、セラミスを使ってみてやっぱり自分の環境に合わなくってすぐ使うのをやめたりなど短期間しか使わない場合はかなり高くつくと思います。植え替えダメージについてはセラミスで植えられている植物があんまり売られてないんで、土耕栽培あるいは水耕栽培の株をセラミスに植え替えるっていうことになります。根っこを洗ったりせず土を落としきらずに植え替えればダメージは少なくなるんですけど、そうすると虫が発生しにくいっていうメリットが半減してしまうんですよね。以前植え替えダメージを抑えたくって土をちょっと残したまま植え替えた株があるんですけど、土に卵があったようで後々虫がわさわさ出てきました。セラミスからセラミスへの植え替えっていうのはすごい簡単にできるので、初回の切り替えがかなり肝になるかなと思います。使い始めの砂に関してはもうちょっとどうにかならんのかなっていうのが本音です。最初はちょっとびっくりするぐらい砂が出るんですよね。使ってるうちにかなり少なくはなるんですけど、販売価格が上がってもいいので細かいセラミスも含めてもっとふるいにかけた商品が出てほしいです。セラミスはおそらく日本で発売されているものの粒の大きさはだいたい同じで、それが結構細かいんでスリットからこぼれることが多いです。なので鉢によっては鉢底網や鉢底石を使ったりなどの工夫が必要になってきます。こうしてみると結構デメリットが多い感じがするんですけど、4つのうち3つは初期限定のものなので長期的に見ればデメリットはそんなに多くないのかなと思います。というわけでセラミスについての感想とメリット、デメリットでした。あくまで我が家の環境での話にはなるんですけど、何か参考になれば幸いです。